おはようございます。表銀座縦走3日目の朝です。私は今、槍ヶ岳山荘にいます。ヒュッテ大槍から1時間ほど歩いてきたところです。ここでヘルメットを装着します。今回は3泊4日で中房温泉から新穂高温泉まで縦走してるんですが、初日に中房温泉から大天荘まで歩き、2日目は東蒲尾根を通ってヒュッテ大槍まで歩きました。今朝、ヒュッテ大槍から表銀座の最後の部分を通って、槍ヶ岳の肩の小屋に到着しました。ただいまの時刻は朝7時前です。これから西蒲尾根というルートを歩いて、すごろく小屋を経由して、今日は鏡平山荘に宿泊します。今日は朝から天気がいいので、裏銀座の稜線を見ながら歩くことができます。槍ヶ岳山荘を出発して、まずは千畳沢のっこしを目指します。この部分はずーっと下りです。とはいえ、真下に降りていくわけじゃなくて、ジグザグ道なので怖いことはありません。重大な事故につながるような箇所はないと思いますが、時々ざれてる場所があるので、滑らないように足の置き場に注意して歩きます。2年前、すごろく小屋に宿泊した翌日、もみ沢岳から見た槍がすごくかっこよかった印象があるので、今回西蒲尾根を選んで下山してます。朝一はこのエリアがまだ日陰なので、それほど暑くなくて歩きやすいです。これから歩いていくルートが見えてます。今日のゴールである鏡平山荘も実はもう見えてます。で、のんきなことをやってたら、ついに太陽が昇ってきました。ここからは直射日光との戦いです。槍ヶ岳山荘から千畳沢のっこしまでの区間で標高350メートル下るので結構足が疲れます。西蒲尾根は遠目から見えるアップダウンを全部律儀に上り下りするわけじゃなくて、結構ね、巻いてる部分が多かったです。千畳沢のっこしです。槍ヶ岳山荘から1時間くらいかかりました。コースタイムは40分なんですが、ちょっとね、動画と写真を撮りすぎて遅くなってしまいました。すごろくと書かれた方に進みます。この部分はアップダウンが少なくて体力的には結構余裕がありますが、右側に足を滑らせると危ないので、道幅が狭い部分は壁に手をつけて慎重に歩きました。今日のお宿である鏡平山荘に向けてヘリが飛んでます。西蒲尾根の核心部はここから始まる鎖場なのかなと思いますが、個人的にはそれほど難易度は高くないかなと思いました。足元がざれてる部分があるので、ずるっと滑らないようにだけは注意が必要です。今降りてきた鎖場を振り返るとこんな感じです。
岩場の難易度で言うと、私は東鴨尾根の方が大変だと思いました。西鴨尾根の場合は、まず怖いと思う場面がなかったし、足の置き場に迷うこともなかったです。しっかりとした鎖が設置されているので安心感があります。下りでそう感じたので、上りで西鴨尾根を使う場合はもっと難易度が下がると思います。西鴨尾根の岩場は一つ一つを見るとそれほど難しくないんですが、鎖場が続く区間が結構長いので、後半油断しないように、集中力を切らさないようにと思って慎重に歩いてます。表銀座に引けを取らないくらい西鴨尾根も超絶景ルートです。ずっと槍ヶ岳を眺めながら歩ける素敵な登山道です。今回は下山で使ったので、槍を見るためにはチラチラ振り返らないといけなかったんですが、上りで使えば目の前にずっと槍ヶ岳があって、それがどんどん近づいてくる感じがさぞテンション上がるだろうなと思いました。さっきから太陽にずっと照らされていて、思わず雪に触りたくなる暑さです。この動画を回しているのは7月下旬ですが、雪の上はつぼ足で通過できました。一応チェーンスパ用意してましたが、使いませんでした。尾根道が長いので絶景エリアも長いですが、東鴨尾根同様風の影響を受けやすいなと思うので、強風の日は要注意かなという印象でした。私の場合、こういう道だとあまりの景色の良さに頻繁に立ち止まるので、思った以上に時間がかかってます。槍ヶ岳山荘の標高が3080メートル、すごろく小屋の標高が2600メートルなので、今日は下り基調の登山になるかと思いきや、実は上りもしっかりあります。槍ヶ岳山荘からすごろく小屋までの間に950メートル下がりますが、400メートルの上りもあります。下山が続いた後の上りが結構足にきます。鎖場ゾーンを過ぎてしまえばもう何も難しいことはないんですが、あとはひたすら体力勝負という感じです。実はこの直後に一頭の大きなクマが登山道を左から右に横切りました。幸い目は合いませんでしたが、約20メートル先での出来事だったので、私は恐怖でそれ以上前に進めませんでした。怖いよ。ちょっと喋りながら行きますか。そしたらすいません、お願いします。近くにいた登山者の方が前を歩いてくれてます。
寄ってこないかな。寄ってこないかな。寄っては来ないんですか。あ、いないか。もういない。あ、怖かったよ。なんか上に向かってたから、まあ多分向こうに、あっちに行ったんでしょうね。そっか。向こうか。あ、よかった。ありがとうございます。もうすいません。もう。あ、むしろですか。いやいやいや、もうすごい焦りましたよ。でも。硫黄のっこしに到着しました。ね、これ越えたらすごろくですね。暑いぞ。よいしょ。ついに槍ヶ岳に雲がかかってきましたが、西蒲尾根、本当にずーっと槍が見えるんです。塩分チャージ。ありがとうございます。熊に遭遇したところからずっと一緒に歩いてくださってた方が塩分チャージの飴をくれました。だんだん雲行きが怪しくなってきてるんですが、鏡平山荘まではまだだいぶ距離があるので、ここで助けてくださった方とお別れして、私はペースアップすることにしました。もみ沢岳に到着しました。硫黄のっこしからもみ沢岳までのコースタイムは50分で、ほぼコースタイム通りに到着しました。2年前ここから朝日を見たのが懐かしいです。ガスがなければ槍ヶ岳まで見えます。この後はすごろく小屋まで緩やかな下りが続きます。西蒲尾根はよく整備されていて、ルートに迷う部分はありませんでした。体力は必要ですが、それほど難しい箇所や怖い箇所はない印象でした。逆方向に歩く場合は、槍ヶ岳山荘直前の上りの部分が最後だいぶ辛いと思うので、持久力のある方におすすめします。途中に給水スポットも山小屋もないので、水と行動食をしっかり持っておくことが大切です。大腸遭遇率なかなか高いのかなと思ってるんですが、今回も会えました。まだヒナが小さくてとっても可愛いです。すごろく小屋が見えてきました。すごろく小屋に到着しました。
槍ヶ岳山荘からすごろく小屋までのコースタイムは5時間なんですが、私も5時間ほどで降りてきました。この日見たあまりにも夏らしい景色が今でも忘れられません。この角度から見るすごろく小屋と鷲場岳が大好きで、すごろく小屋を出発した後は何度も振り返ってしまいます。ここを通るのは4回目なんですが、今まで何かよく分かってなかった稜線が実は西鴨尾根だということが今日分かりました。最初はすごろく小屋に泊まって天ぷら食べたいなとも思ってたんですが、まだ泊まったことない山小屋に泊まってみるのもいいなと思ったのと、最終日の下山を楽にしたいなと思って、今回は鏡平山荘にお世話になることにしました。私が今歩いているのは新穂高の登山口に続く小池新道というルートなんですが、よく整備されていてとっても歩きやすいです。小池新道は今回の動画のメインではないのでさらっと流しますが、小池新道をもっとしっかり映した動画は概要欄に貼っておきます。すごろく小屋から弓折の越までのコースタイムは1時間20分で、私もほぼ同じペースで歩いてきました。天気が良ければここは絶景スポットで槍穂の稜線が綺麗に見えます。さらに30分ほど歩いて鏡平山荘に到着しました。お部屋はこんな感じです。綺麗な洗面台があってお水は無料でいただけます。この可愛い手ぬぐい買いました。ご褒美のかき氷タイムです。小屋に到着した後降り始めた雨が夕日タイムまでずっと止みませんでした。おはようございます。重曹4日目最終日の朝です。昨日の雨が上がったので歩いてすぐの鏡池に行ってみます。槍穂の綺麗なリフレクションが見えました。朝食をいただいて外に出てみると、ちょうど太陽が稜線から顔を出したタイミングでした。
最後にもう一度鏡池のリフレクションを見てから下山を開始します。昨日の朝は槍ヶ岳直下にいたと思うと信じられません。我ながらよく歩いたなと思います。今日は小池新道の続きを歩いて新穂高登山口まで下山します。上りはほぼなくて1200メートルほど標高を下げます。今日のゴールまでのコースタイムは3時間半です。小池新道は私が登山を始めて最初の夏に特に問題なく歩けたくらいなので、難易度は全然高くないと思います。今日の後半は樹林帯が多くなるので、展望が開けているうちに景色を楽しみます。この看板が出てきたら、あとはもう平坦な道が続きます。ほぼコースタイム通りに登山口に到着しました。新穂高ロープウェイに行く方は、目の前に見える橋を渡らずに、橋の手前を左に曲がると近道です。3泊4日、表銀座と西蒲尾根を歩いてめちゃくちゃしんどかったんですが、山の絶景にたくさん出会えていい思い出になりました。動画3本に分かれて長くなってしまったんですが、見てくださった方ありがとうございます。